こんにちは、ノリズピロリンです。スザンヌです。今日はですね、前回皆さんに投票していただいた切ないチャンクさん順位を発表したいと思います。イエーイ。このね、切ないチャンクさん、もうチャンクさんのね、もう微妙な演技、微妙に悲しい顔して泣いたり、微妙に切ない顔するっていうところの5つ私たちが選ばせていただいたんですけど、これね、やっぱりね、皆さんに投票してもらうと結構ね、チャンクファンの好み分かりましたね。それでは第5位から紹介したいと思います。それでは第5位はこちらですね。コンビニセピョルで、ね、彼女の家だと知らずに配達に行ったら43の家だって、で43のお母さんに配達のおじさんってもうピョニジョンペダルア女子って言われて蔑まれた後、川を眺めているシーンですね。これスザンどう思う？これはね、まっちゃんくんの、演技力もすごいんやけど、こう背中丸めて、すごく情けなく見せてる、そうよね、イケメンのチャンくんがね、そこがすごいなねえ、あのイケメンを、あのイケメンがここまで情けない顔できるっていうのがすごいよね。っていうか見せれるっていう、だってはっきり言っていてるだけでさ、ちょっと神々しいじゃない、チャンくんって。で、それを背中丸めてここまで情けなく見えるように演技できるっていうところがね、すごいですね。チャン君の演技力ですね。これ結構ね少なかったです。私実はこれ私のこの今の見ていただいてるチャンネルと、あともう一つちちゃうくに学ぶ韓国語っていうね、私のもう一つの YouTube チャンネルがあるんですけど、そっちの YouTube チャンネルでも募集してそれを集計して今回出してるんですけど、こちらが今回5位でした。それでは第4位はこちらですね。僕とかの中でミランが冷凍カプセルに入った後、ミランからコートが届いたシーン、これって何があって刺された次の日ぐらいにこれミランが刺された日に送るんよね、コート、何かを送ったんですけど、それが次の日というか、そのミランがもう一回そのカプセルに入って、冷凍カプセルに入ってで悲しんでるチャン君の元に届くんですけど、これスザンのこれはね OST がすごくこうなんかこう泣けるというか、その場の雰囲気をすごく作ってるっていうか、そうね、このね何がってね、僕とかのね OST めっちゃいいですよね。いいですね。チャン君の中でも視聴率があまり高くなかった方のドラマなんですけど、これ OST 最高にいいんですけどね。いいですよね。ユナのトゥクトゥクやったかなだったと思うんですけど、もうこれがもう余計に涙そそる。それと手紙ね。そうよね。あなたは私に向かって。そう、私の方が好きだからっていうね。絶対私の方が好きだからみたいなね。それを読んでもなんかってなんかこうね。でなんかチャン君さ、なんかだんだんこう見ながらだんだんこう悲しみこみ上げてくるっていう演技がね。あれ切なすぎるわ。切ないよね。もう演技見ただけでもちょっと涙そそるよね。そそる。もうこれも私結構好きなシーンですね。私も好きですね。もうここら辺からねどんどん悲しい演技が始まるんでね。ここからねちょっと辛くなっていくとこですけど、ぜひ皆さんもまたこの演技見てみてください。それでは第3位。第3位はね、これ気候号の16話で4丁に脅されたタファンが橋の上で矢に寄りかかって慰められるシーンなんですよ。なんかこう何も聞かない、何も見ない、何も言わないって言ってね、こうやってタファンの後ろで三角座りするんですけど、これどうスザンヌ？これはね、タファンはヤンにこういう姿を見られたくなかったっていうのが大きいよね。もうこれなんか情けない
いところそれまでもいっぱい見られてるんですけど、ねだんだんねこうヤンと一緒にやっていく中で自分も強い皇帝になろうと思ったけども、結局やっぱり弱い部分を見せてしまうというか、見せたくないのに見せなければならなくなっちゃうっていうので、ここもちょっと悲しいよね。悲しいね。ね、なんかそのプライドの部分と、なんかその内側の弱い部分がもうなんだかこうね、もうこのねタファンの演技、もうこの悲しい演技結構ね多いですもんね。気候語はね。もうこのシーンもぜひこれね見てたらね気候語見たくなるんでね、ぜひ皆さんも気候語見てみてください。それでは、第2位はねこれまた気候語なんですけど、これ気候語の19話でヤンに思いを伝えるんだけども、陛下のせいで殺されたのは私の父ですっていうね、キジャオは私の父なんですっていうね、だから私のことを忘れてくださいって言われるシーンなんですけどね、このシーンどうスザンヌ？これもうほんと切ないよね。なんかそれまでにこうヤンとの関係がなんとなくちょっといい感じになってるところに、だからタファン自身はなんかちょっとヤンもなんやかんや言いながら自分のことも心に入ってるはずだって思ってるんだけど、確かにこれ入ってたと思うんですよ。多分その時点でもうヤンの中にタファンの居場所もあったはずなんやけども、でも結局ね、受け入れられないヤンという。そうですね。初めは殺そうとして入ってるからね。なのでいつか殺そうと思いながらね。でもだんだんこの人もこういう悲しい生い立ちがあって、でそれでいてこの人自身が悪いんでないみたいな感じで、やっぱりその思う中でこう葛藤がありの、もうここね。これ結構タファンのしんどいところよね。しんどい。なんかヤンが女官じゃなくなってしまった後にっていう話なんでね。なんかワインに連れて行かれそうになってるし、みたいなね、最後のチャンスみたいなところで実はあなたを殺したかったっていうやもんね。もうやっぱここら辺ね、多分可愛いところいっぱいあるんですけど、悲しいところもいっぱいですね。でも気候語はすごいチャン君のもう演技力がとにかくすごいよね。そうよね。もうここからどんどん演技力がすごいのが見れるんで。ね。と、1位に行く前にちょっと皆さんからいただいたコメントを読ませていただきますね。怪しいパートナーでジウクがボンヒが自分の両親の死に関係あると分かって一人ですすり泣きしている場面と、ボンヒの笑顔を見ながら微笑みながら切ない気持ちの微妙な場面は胸が締め付けられました。これ私の師匠からいただいたね、いくつかその切ない場面いただいたんですけど、これスザンヌ知ってる？これはもうiPad は何回も見てるんで、なんかこう浮かんでくるんですけど、ここの演技もすごい微妙なんです。なんかこう微笑んでるんだけどちょっと内面はそっか複雑な気持ちっていうのがでもすごい現れてて、なんかこういう微妙な場面をねちゃんと覚えてるっちゅうのがすごいね。すごいですね。でさすが師匠です。そしてスザンヌも覚えてる。さすが何十回って見てるだけありますね。あとは、気候語で終盤に毒を盛られて助からないと言われ、ヤンと息子のために命を犠牲にしてでも守ろうとするタファンの切ない思いに号泣です。これもね、あの場面はね、もう本当に号泣ですよね。あと、僕らのイケメン青果店でカオンが義母に脅されて別れるといきなり言われて落ち込んでしまうテアンが切なくて、辛そうで泣けました。もうこの場面もね、なんかテアン結構ね、もういつもなんかめっちゃ嬉しい気分になってるにもかかわらずこうなっちゃうっていうところがね。あと操作された年のコンが監獄で母の幻に抱きしめられながらすすり泣きをしているシーンも圧巻です。もうこのシーンも圧巻よね。もう私このシーンも何回も見たんですけど、あと逃走してゲーム仲間のスミカで食べさせてもらった食事の泣くシーンは圧巻です。このシーンもね、あとは怪しいパートナーのパンカ係長が刺されて駆けつけた時のジウクの悲しい泣き声がたまらなかった。もうね、あれ
もすごい演技力よすごいね。演技力。あとは、ヒーラーの師匠が亡くなって取り調べの動画を見終わった後にハッカーのアジュマが見るのはここまでって言ってチャンウクがうえって泣きながら聞くシーンを必ず5回は巻き戻して見てます。もうこのシーンもねなんか悲しいよね。悲しい全部電源切っていってね。そうあとは K2 傭兵時代の恋人が目の前で撃ち殺され走り寄って彼女を抱き上げながら号泣するシーン、何度見ても泣けます。これねここら辺はまた今度演技力輝くシーンっていうのでちょっと紹介しようかなと思ってるのでまたそちらの方で詳しくまた今度ねお話ししたいと思います。それではラスト第1話都会の男女の恋愛法のフランス屋台で酔っ払ってイウノの幻を相手に泣くシーンですね。これイウノ本物なんですけどね、このシーンどうすだぬ。このシーンはもう本当にトカンなんでも名場面よねのシーンなんだけど、ここももう本当にチャン君の演技力、そうよね。酔っ払ってるのに泣いてる、泣いてるっておかしいなんかだって本人はさ結局これ酔っ払ってもないし泣いてもないわけや。泣いてもないしおかしいですけど演技なんで、で酔っ払って演技するんやったらあれやけど、あれ酔っ払ってもないよね。で酔っ払ってもないのに酔っ払った、そして泣く演技すごいよね。すごいさすがよね。もうチャン君には驚きよね。この演技圧巻よね。圧巻ですね。私もこのシーンもものすごく好きで、もうこのシーンだけでも何回も見ました。そう可愛いよね。ここの横へ座れって言ってね、こんなせえって言ってね、案内してみたいよね。言われたいね。もうこの都会の男女の恋愛法のこのシーン、皆さんこれ結構ね圧倒的1位だったんですよ。わかります。ね、意外と。なのでこのシーンもぜひまたゆっくり見ていただければと思います。それでは今日のコメント紹介させていただきますね。ミッキー母さん、ピロリンさん、スザンさん、こんばんは。こんばんは。またお邪魔します。前にピロリンさんから、気候語博士の称号をいただきました。そう気候語も何十回で見てはるって、博士からのコメントです。チャン君の嫉妬に関して言えば気候語でワンユとの絡みのシーン全部と言っていいほどスンニャンのことでワンユに嫉妬の目を向けてましたよ。余談ですがワンユも嫉妬心強いですよね。そうだね、ワンユもね結構ね見てるんよね。なんかね、でなんかこうさ、なんか嫉妬した時それを振り払うかのように、なんかこう剣でこうやってシャッシャーってやってね。いやワインはどんどん苦しんでくださいって思いながら見てるんですけど、ごめんなさいワインので中人坊さんのファンの方申し訳ございません。特に宮殿の橋のシーン、チャン君が、スンニャンに寄りかかるのを目撃したあと、酒の器を力任せに潰して手に流血の場面、よほど他ファンに対して強い嫉妬心が湧いたのでしょうねといただいてます。ありがとうございます。そうこれさっきねお話ししたその橋のシーン、今日の3位だったところなんですけど、時のねワインねめっちゃ嫉妬の炎を燃やしてたもんね。でもそんなあんな男2人に嫉妬されてみたいわな一回ね。またファンの嫉妬だけでもいいけどもミッキー母さんありがとうございました。今日は切ないチャンクさん紹介させていただきました。また私のチャンネルの YouTube のコミュニティ見ていただきましたら、そこで質問コーナーとかございますのでそちらで投票してもらえたらと思います。あともう一つ YouTube チャンネルのチャンクに学ぶ韓国語の方でもいろいろ投票やったりもあるので、そっちの方を見ていただけたら嬉しいです。こちらの動画火曜日金曜日夜9時に更新させていただいてます。この動画少しでも面白かったという方は高評価、チャンネル登録、コメントで応援していただけるとすごく嬉しいです。ノリスピロリンでした。スザンヌでした。アニョー。